霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著38姫の生い立ち。私たちの間にはそれからそれへと物語が止めどなく弾みました。御霊の因縁と申すものはまことに不思議な力を持っているものらしく、これが初対面でありながらお互いの間の隔ての垣はきれいに取り去られ、さながら血を分けた兄弟のように何もかもすっかり心の底を打ち明けたのでございました。私というものはご覧の通り何の取り柄もない短い生涯を送ったものでございますが、それでも音立花姫様は私の現世時代の浮き沈みに対して心からの同情を寄せて親身になって聞いてくださいました。あなたも随分苦労をなさいました。そう言って私の手を取って涙を流された時は、私はかたじけないやらありがたいやらで胸がいっぱいになり、我を忘れて姫のお膝にすがりついてしまいました。がそんな話はただ私だけのことで、あなた方には格別面白くもまたおかしくもございますまいが、ただその折音立花姫様ご自身の口ずから漏らされた遠き昔の思い出話、これはせめてその一端なりとここでお伝えしておきたいと存じます。何しろ日本の歴史を飾る第一の花形といえば、女性では音立花姫様、また男性では大和尊の命様でございます。このお二人に絡まる事跡が少しでも現世の人たちに伝わることになれば、私の拙なき通信にも初めていくらかの意義が加わるわけでございます。私にとりてこんな妙が至極なことはございませぬ。もっとも私の申し上げるところが果たして日本の古い書物に載せてあることと合っているかいないか、それは私にはさっぱりわかりませぬ。私はただ自分が伺いましたままをお伝えするだけでございますから、その点はよくよくお含みの上で取捨していただきとう存じます。それからもう一つ、ここでくれぐれもお断りしておきたいのは、私がお取り次ぎすることが決して姫ご自身のお言葉そのままでなく、ただ意味だけを伝えることでございます。当時の言葉は眼蓄が深いと申しますか、そのままではとても私どもの腑に落ちかねるところがあり、私としてはぶしつけと知りつつも何度も何度も問い返してやっとここまで取りまとめたのでございます。で、多少は私の聞き損ね思い違いがないとも限りませぬから、その点も何卒十分にお含みくださいますよう。あなた様の本生い立ちを伺わせていただきとう存じまするが、機会を見て私はそう切り出しました。すると姫はしばらくじっと考え込まれ、それからようやく唇を開かれたのでございました。いかにも遠い昔のこと、ところの名も人の名も急には胸に浮かびませぬ。私の生まれたところは秋の国府、父は秋淵正臣。代々この国の司を承っておりました。もっとも父は時の帝から召し出され、いつもおそばに仕える身とて一年のだいぶは留守がち、国元にはただ女子供が残っているばかりでございました。ご兄弟もおありでございましたか。自分は3人の兄弟の中の頭、他は皆男でございました。いつもお国元のみにお暮らしでございましたか。そうのみとも限りませぬ。たまには父のお供をして大和に登り、帝のお目通りをいたしたこともございます。あの大和尊の命様ともやはり大和の方でお目にかかられたのでございまするか。そうではありませぬ。国元の館で初めてお目にかかりました。
山間の湖水のように澄み切った気高い姫のお顔にも、さすがにこの時は心の動きが薄いもみじとなって散りました。私は構わず問い続けました。何とぞその時の御模様をもう少し詳しく伺わせていただくわけには参りますまいか。あれほどまでに深い深い夫婦のご縁がただかりそめのことで結ばれるはずはないと存じますが。さあ、どこから話の糸口をたぐり出してよいやら。姫はしばらく差しうつむいて考え込んでおられましたが、そのうち次第にその固い唇が少しずつほころびてまいりました。お話の前後を綴り合わせると、大体それは次のような次第でございました。